で、それをみんな分かってるんですけど、やっぱり親子関係っていうのは難しいなというふうに思います。はい、皆様こんにちは。法華経の話第26回です。この動画は法華経という仏教の経典を拝読していきながら、仏教に関することなどをなるべく簡単にお話ししています。どの回を聞けば何がよくわかるという構成ではないので、少しずつ聞いてください。そして仏様の教えに関して一緒に考えていっていただければと思います。この秋は暖かい日が続いておりましたが、数日前から少し寒い日が続くようになってきました。皆様お変わりなくお過ごしでしょうか。季節の変わり目ですので、十分に体調に気をつけてお過ごしいただければと思います。では、今回のお話に入っていきます。前回は法華経の概論に関してお話をしました。まだまだ話し足りないところはございますが、とりあえず法華経の内容に話を進めていきたいと思います。こちらは前回説明に使った歌談です。法華経の歌談ですね。今回お話しするのはこの最初、序本第一になります。妙法蓮華経の釈問、序文の序本第一になります。まず簡単に序本第一の内容についてお話をします。序本の主要な登場人物は、釈尊と文殊師利菩薩と、それから弥勒菩薩になります。文殊師利菩薩が釈尊の様子を見て、弥勒菩薩にこれから法華経が説かれるよということを伝えます。以上です。簡単にしすぎですね。でも、基本的にはこういった内容なんです。もう少しでも詳しく説明しないといけませんね。もう少し詳しく説明すると、たくさんの聴衆が領受船に集まってきます。釈尊は瞑想の状態からたくさんの気髄を見せるんですね。これを四度の六髄とか多度の六髄と言ったりしますが、この二つの気髄を見せます。それを見ていた聴衆の中から弥勒菩薩が代表して文殊師利菩薩に尋ねるんですね。この気髄、これは一体何事でしょうかと。すると文殊師利菩薩は大変な昔に仏様がこの同じような気髄を示したことがある。その気髄を示した後に、そう、あの時も法華経が説かれたんです。皆よ、これから釈尊は法華経を説かれるであろう。と、文殊師利が宣言をしまして、皆が期待に胸を膨らませて、それから法弁本第二に入っていく。こういった内容が序本第一になります。では、少しずつ読み進めていきたいと思います。まず最初は、このように始まるんですね。格のごときを我聞き、一時仏大社城の牛釈船の中に住したまい。大ビクシュ万2000人と共なりき。というふうに、こういうふうに始まります。妙税願文については第4回のところでもお話ししていますので、そちらをご覧ください。ここに集まったビクというのは僧侶のことですね。修行僧のことです。大変な修行を重ねてきて、崇高な悟りを得た方々です。その修行者の名前がこの後にこう続いていくわけでございますが、その中に以前ご紹介した十大弟子の名前も出てきます。ちなみにその中で、また無学無学というこういう言葉が出てきます。この無学というのは、今では無学というと悪い言い方になってしまうんですけど、学がない、そういった言い方になるんですが、ここでは学ぶことがない、つまり学び尽くしたという意味になりますので、とても良い意味になるんですね。で、逆に無学とあれば、まだ学ぶことがあるということになるので、学んでいる、
学んでいる途中ということになります。こうやって現代の言葉の使われ方と違う、そういったものが経典の中では結構出てきます。ですから少し気をつけて読んでいかないといけないということがあるんですね。それからこの修行僧、大ビク宗の他にも釈尊の育ての母親であるマカ・ハジャハダイ・ビクニや釈尊が出家する前の奥さんであったヤシダラビクニも従者と一緒にこの釈尊の領受船のもとに集まってくるわけです。この後に死衆という言葉が出てくるんですけども、この死衆、これよく出てくるんですけども、これは仏様のその教えに帰依した教えを信ずることになったその4種類の弟子のことを言います。最初にがビクですね。ビクが男性の出家者。それからビクニとありますと女性の出家者。そしてウバソクというと男性の信者さん。それからウバイというと女性の信者さんのことを言います。で、この領受船のもとには分け隔てなく、この後菩薩や神様の名前も出てきますけども、分け隔てなく男性や女性や様々な生命が寄り合って釈尊の説法の座に集まってくるわけです。現代なら当たり前のことなんでありますけども、説法の座に平等に集まることができるというのは、これは当時から言うと大変なことだったんだと思うんですね。ここにも法華経の精神があって、当時は男女の差別ということがある社会。まして、インドは現在でも男女の格差や差別が強く残っておりますけども、そういう状況にあっても、説法の座に同座できるというあたりが、多くの生命に向けて説いた教えであるということの法華経の精神の表明であると思います。これはちょっと余談になるんですけども、この男女差別っていうのは、やはり本当に根深いものがあるなと思います。例えば最近思ったんですけども、先日テレビである業界が大変に人手不足になっているということを放送しておりました。労働環境も悪い、賃金も悪いという状況で、なかなか男性の人手が集まらないという、そういうわけです。そこで人手不足解消の対策として、女性の就労を進めようということが進んでいるそうなんですね。これって表面的には女性の社会進出を後押ししているということになるかもしれません。そのテレビの放送でもそういったニュアンスで放送していたんですね。ただ、実際はその労働環境の悪い仕事をただ女性に割り当てているだけだと私思いました。もちろん、労働環境や賃金の改善っていうのはそう簡単にできることではないというふうに思います。ですが、賃金が安くても女性を雇用できるから、とにかくそういう方法で取り繕ろうというようなことをしていましたら、男女ともに労働環境の改善も起こらないですし、また結局安い労働資本として女性を見ていくという男女差別も解消されないんじゃないかなというふうに思います。大変余談が過ぎてしまいました。では話を元に戻しますが、多くの大衆が釈尊のもとに集まってきたと。こうありました。修行者たちの名前が挙げられていきますが、次に菩薩たちの名前が挙げられます。自然に考えますと、やっぱり菩薩様たちの方が非常に完成された修行者の姿をしておりますから、菩薩の名前が先に挙げられそうなんですけども、この釈門では先に挙げた修行者たち、このビクに、いわゆる二乗の人たちが主に登場してきますので、ここでは多分先にその修行者たちの名前が挙げられているんだろうと思います。で、その菩薩たちがどれほど優れているかということを説明してくれる部分に、こんな風に書いてあるんですね。諸仏のところにおいて、もろもろの徳本を植え。こう書いてあるんです。この徳本というのは、優れた結果をもたらす善根ですね。功徳の元となる善法という意味です。これはいちいちに細かく何をした、仏様のところで何をしたというよりも、
根本となるところを大事に行ってきたという、そういう意味になると思います。現代は割と細かくこういう時にはどうしなさい、あんな時にはこうしなさいということが決まっていたり、また学校でも社会でも細かく教えられるわけですね。そういうマニュアル化っていうふうにも言うと思うんですけど、決まってるっていうことはとってもいいことだと思います。ところが一旦決まってないことが出てくると、途端に困ってしまうわけですね。教えられてないからとか、決まっていないからといって、突然迷い出してしまうわけです。たくさんの人たちにたくさんのことを教育していくっていうことをするとですね、こういうシステム化していくっていうことは、これ非常に大事なんだと思うんですけども、しかし、何か思いもよらないことが起こるっていうことは、これ世の中に生きていれば必ず出てきますので、そういった時に、その基本的なことが定まっていないと、やっぱり私たちは迷ってしまうということがあるんだろうと思いますね。例えば学校で言えば、友達に対して、こんな時にはそうしなさい、そんな時にはああしなさいっていうことではなくて、あなたは友達のことをどう思うのか、友達に対してどんな思いやりを持つべきなのかっていうようなことをしっかりと考えていくっていうことが大事だと思いますし、社会ですね。仕事の現場とか言えば、例えばお客さんに対して、こういった時にはこう挨拶しなさいとか、こういった順番で案内しなさいっていうことも、これもちろん大事だと思うんですけども、そもそも、自分の会社であれば、自分の会社ではお客様に対してどういうふうなその姿勢を基本的に持つんだ。どういうような思いでお客様と対応するんだっていうようなところが定まってないとですね、なかなか難しいっていうようなことがあると思うんです。で、菩薩が行ってきたことも、まず基本的なことをしっかりと収めるっていうことをしたんだというわけですね。ですから、どんな場面でも菩薩らしい振る舞いができるということになるわけです。こういった点を勘違いしてしまってですね、表面的に現れたことで、菩薩っていう菩薩様のことを判断してしまうと、これはいけないっていうようなことがあります。で、基本的なこと、じゃあ根本的なことは何をしたのか、菩薩っていうのは何をしたのかというと、この経文の後に出てくるんですね。それが、維持修身といって、慈をもって身を治めということです。常に慈しみの心を持って身を整えるという意味ですね。これが徳本なわけですね。そこが基本的にちゃんと収まっているから、慈しみの心を持って身を整えるということがちゃんと収まっているから、菩薩様っていうのはすごく素晴らしい人なんだと、素晴らしい方なんだということになるわけですね。ところで、この上というところもこれ仏教らしいなというふうに思います。諸仏のところにおいて諸々の徳本を行いではなくて、諸仏のところにおいて諸々の徳本を上とあるんですね。仏教らしい考え方だというふうに思います。これは後にもまた説明していくことになると思いますけども、福伝といった、そういったその菩薩様たちを称える言葉も出てきますけども、こういったあたりっていうのは面白いなというふうに思います。この菩薩様たちの中に、後ほど問答をする文殊師利菩薩と弥勒菩薩の名前も出てきます。次に、今度は在家ですね。一般の信者さんたちの名前も見えるんですが、そこに、阿邪世王の名前もあります。阿邪世王は仏教を語る上で欠かせない登場人物なんですね。様々な経典の中で阿邪世王のことは語られていますので、諸説がある人物として紹介することにはなります。非常に悲しい物語として、この阿邪世王というのは語っていかなければいけないんですね。今回は軽く触れておこうと思いますが、阿邪世王は、ビンバシャラ王とイダイケ夫人の息子として誕生します。ビンバシャラ王はマカダ国の王様で
釈尊に帰依していた人物ですね。この伊大家夫人が身ごもった時に、ビンバシャラ王が1000人に占わせたそうなんです。そうするとその1000人はこんな占い、予言をするわけですね。伊大家夫人が身ごもった子供が生まれてくると、その子は父を恨むことになるであろうと、欺むことになるであろうと、こういう予言をします。そもそもこんな占いしなければいいのに、ビンバサラ王は何を思ったかそういったことを占ったっていうんですね。それでビンバサラ王は生まれてくる子を恐れて、生まれてきてすぐに高い建物から投げ捨てたそうなんですけども、子供は指を折っただけで助かってしまうわけです。しまうというと変ですけども、助かるわけですね。その助かった子供がこのアジャセ王です。アジャセです。アジャセは様々な思いの中で育っていくんですけども、釈尊とライバル関係にあったダイバダッタという人物。ライバル関係というよりは、ダイバダッタが一方的に釈尊のことを憎み、羨み、嫉妬する、そういった関係になるんですけども、そのダイバダッタという人物にアジャセはそそのかされて、父であるビンバシャラ王を獄中死させてしまうわけです。また、その父を、お父さんを助けようとした母である伊大家夫人も幽閉してしまうんですね。しかし後に父を殺めてしまったことを悔いて、釈尊に帰依し、仏教を下護する王様となったと。そういう人物です。他にも諸説あって、ビンバシャラ王が鹿狩りに行った時に、その鹿が一匹も狩れない。で、そこにいた1000人がその鹿を追い払ってしまったから、その1000人を殺してしまったところ、その1000人が変な術を使って、後に生まれてくる子がそのビンバシャラ王を殺すような、そういったその呪いをかけてしまったというような、そういった説もあったりします。このビンバシャラ王とアジャセ、また伊大家夫人との関係というのは様々な経典、また現代でも物語や劇などで元ネタとなったりしますし、また心理学的な親子関係の場面でも、象徴的なその関係性として扱われることがあります。どれも私は専門外ですから無責任なことは言えませんが、このビンバシャラ王とアジャセ王の逸話を聞くと、親子関係の難しさというのはいつの時代もあるんだなということを痛感させられるような、そういった逸話であります。最近でも、やはり親子関係のこじれなんていうものがニュースで報道されたりします。中にはもう大変に悲劇的な話も多くありますので、思い返すだけでも辛くなってしまいます。そのような悲劇的なことに至らないまでも、実はみんな親子関係のことで悩んでいたりするものだと思うんですね。で、そういった悩みを解決する方法っていうのは、それは簡単にはなかなか言えないし、簡単な方法で解決するとは思いませんが、一つ様々な相談を受けていて思うのが、親子が互いに親なんだから当たり前、子供なんだから当たり前と思い合うと、これは非常に良くないと思います。当たり前のやりとりというのは、互いをとても傷つけることがあるんですね。特に親から子供に対する当たり前というのはきついですね。どんなに近い関係でも踏み込んではならないこと、また尊重しなければいけないことというのがあるんだろうというふうに思います。それをみんな分かってるんですけど、やっぱり親子関係っていうのは難しいなというふうに思います。何度も言いますけども、アジャセ王というのは仏教を語る上で欠かせない人物ですね。またこのダイバダッタもこれも欠かせない人物なので、また別の機会に詳しく話をしていきたいというふうに思います。では本日はこれまでです。ご清聴誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。